おはようございます。たかしです。本日は2月22日木曜日、ただいま9時48分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップ、それぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。昨日はようやく円安方向に動いてきたという形で、今までずっとここのところで揉み合っていたんですよね。ずーっと結構3日間、4日間ほどずっと揉み合っていたんですが、そこからようやく頭一つ飛び抜けたのが昨日ですね。そして本日は朝方から上昇傾向にありますが、現在かなりの高値圏にありますので、それはご注意ください。この過去の高値を結んだ黄色のラインっていうのがありますが、そこにもうそろそろ接触しそうなところまで上がってきてますよね。だいたい現在地がこのまままっすぐ上昇した場合は 190.4 付近がターゲットになりますので、そろそろ一旦天井を迎えてもおかしくないのかなというところにはありますので、いつ大きめの下落が起こってもおかしくないんだというところは念頭に入れつつ、この上昇についていくという、そういうトレードが今はいいのかなと思ってます。ただし、日足のストキャスティクス高値圏にあります。前回デッドクロスしてすぐにまた上昇してきたんですが、再び高値圏に入ってきましたので、やはり日足の大きめの調整下落が起こるとすると、この GMMA の青帯付近、187円台とか188円付近までは下落してもおかしくありませんので、そこはご注意ください。では4時間足です。日足のストキャスティクスは高値圏と言いましたが、4時間足もすでに高値圏にありますので、こちらも注意が必要ですね。基本的には今、上位足の調整下落にいつ入ってもおかしくない状態、そして直近の高値を上抜けました。190円を上抜けてきたんですが、先ほど言ったように黄色のラインっていうのがすぐ上にありますので、ここからの下落になるのか、現在ですとダブルトップがイメージできますので、その辺の動きには注意が必要です。4時間足の GMMA とのこの過去の動きを見ていると、ここ1週間ほどの動きは GMMA の青帯に接触して上昇、接触して上昇っていうのを続けております。もう少し細かく見ると上がったり下がったりと分かりにくい動きをしているんですが、ざっくりと4時間足で見た場合は、こういった感じで GMMA に接触しての上昇っていうのを続けておりますので、綺麗な上昇トレンドを描いているとも取れますね。そして昨日からのこの上昇、今も上昇してますが、結構急騰になってきておりますので、こういう急騰が起こるときは、そこが天井になる可能性もあるのでご注意ください。そしてターゲットはすぐそこにあるっていうところもお忘れのないようにお願いします。では1時間足です。直近の高値、この赤いラインですね、190.079 というところを今上抜けてきているところです。そして先ほど言っていた黄色のラインが 190.4 付近になりますので、今はそのあたりを目指して上昇中と。ただここを超えてきてどんどん上昇していく可能性もありますが、基本的にはこの1時間足を見てもわかるように、今までみたいにしっかりと上がって GMMA に押しをつけるような動き。今直近では先ほど4時間足で言ったように、4時間足の GMMA に押しをつけての上昇になってますので、1時間足は若干下抜けたりもしてますが、基本的には1時間足や4時間足の GMMA に押しをつけて上昇するっていう動きをしてますので、今急激に上昇しているので、この動きについていくんじゃなく、一旦は GMMA 付近までの押しを待ちたいところですね。1時間足もストキャスティクスは高値圏です。4時間も日足も高値圏でしたので、せめて1時間足のストキャスティクスが一旦調整の下落をしてきて、そこからの次の上昇の流れをイメージしておくのがいいかもしれません。では次はドル円の日足を見ていきましょう。こちらはかなり小動きなんですね。現在はドル安、円安になっておりますので、ドル円としては動きが出にくいのが今の相場。ストキャスティクス高値圏から下落中ですので、上値が重いというのが今のドル円ですね。ですのでほとんど動けていないですよね。昨日若干上昇はしてきたんですが、動きのこの値幅っていうのがかなり小さくなって、トレードとしてはすごくやりにくいというところです。日足の調整下落をするのであれば、GMMA の青帯ぐらいまで下落してもおかしくないんですが、今調整の下落ができないので、ですのでこの横横の動きをしている途中ですね。では4時間足です。日足ではほぼ動きがなかったんですが、4時間足では GMMA に沿って徐々に上昇はしてきております。昨日はこの三角持ち合いを下抜けたので、ここからの下落、149円ぐらいまでの下落は考えられたんですね。このトレンドラインがありますが、このトレンドラインぐらいまで下落してもおかしくなかったんですが、結局この 23.6% というフィボナッチリトレースメントのラインが意識されて、そこからの再び反発上昇になってきております。現在はこの直近の高値の緑丸を上抜けられるかどうかっていうところですね。この直近
の高値を上抜けられると、次はこの辺り 151.4 付近のこのオレンジの水平線付近を目指して上昇しやすくなります。基本的には円安方向に動いてますので、ドル円も上値は重いとはいえ、徐々に円安方向、つまり上昇方向に動いております。ずっとここのところ GMMA の青帯も上向きですよね。で、昨日もこの GMMA の青帯付近でずっと停滞はしていたんですが、底堅い動きをして最終的に夜から上昇してきておりますので、まずは緑丸の高値を抜けられるかどうか。ここ抜けられなければ再び昨日安値を目指して下落していくと思いますので、その辺を見ておくといいですね。では1時間足です。先ほど言っていた4時間足の緑丸の高値がここですね。ここを抜けられるかどうか。そこに今赤い水平線を引いてますが、本日の上昇は一旦ここの水平線止められてますよね。ここを上抜けてくると、次はもう少し上昇、次の高値を目指して上昇していくと考えます。ただなかなかドル円上値が重いんですね。昨日の動きとかそれまでの動きを見ていてもわかりますが、結構小さい値幅で動いてますので、トレードするのはかなり難しくなってはきております。なので今はドル円トレードするのであれば15分足ぐらいがまだ比較的わかりやすいかなと思ってますが、基本は動いてる値幅が小さいですので、トレードが難しくなるだろう前提でやっていくのがいいと思います。今夜は PMI の発表がありますので、それでもしかするとドル円もあとポンド円も大きく動いてくる可能性がありますので、その PMI の発表があった後の動きについていくのが分かりやすいと思います。現在は直近の高値を抜けられるかどうかっていうところにありますし、抜けられなければ昨日安値を目指して下落していく、つまりレンジですよね。150.4 とあと 149.8 付近の間でのレンジになってくると考えられますので、まずはこのレンジの中の動き、そしてこのレンジを抜ければそちらについていくという、そういう考え方をしておくとトレードポイントが絞れて分かりやすくなるんじゃないでしょうか。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。